ご視聴ありがとうございます。今回は最初に昭和37年、1962年の営団地下鉄日比谷線小出馬町駅で撮影した動画をお届けします。トンネルの奥から1994年に日比谷線から撤退した3000系が入線してきました。2両編成の電車、当時はまだ輸送量は少なかったようです。よく見ると、車体には赤帯がついています。期間限定の塗装か何かでしょうか。そして行き先は、須坂行き。日比谷線や乗り入れ各線では、見たことのない駅名です。ご視聴ありがとうございます。今回は、とある地方私鉄の地下区間に迫ります。大都市の地下鉄に負けない重厚な設備ができた事情と、そこにある各駅の様子をご紹介します。40年余りにして大きく変わるものとは、一体何なのでしょうか。ここは、北陸新幹線、信越本線、しなの鉄道が乗り入れる長野駅です。これらの駅はまとまっているものの、ここに乗り入れる路線がもう一つ。それが、駅北西の道路脇に入り口がある長野電鉄。長電こと長野電鉄は、ここ長野を起点とする地方私鉄で 33.2 キロ離れた湯田中までを結びます。途中の信州中野から先は勾配が続く山岳区間で行楽輸送も担う一方、長野旭間は複線で、長野市近郊の通勤通学需要も担っています。こちらは JR 各線などとは対照的に、JR 長野駅前の道路の下にあります。入り口にはエスカレーターもなく、古びた階段だけなので不安になりますが、片側2車線の道路と駅前ロータリーの下にあるので、意外と広々とした空間です。改札の横には野菜などを売っているスペースもあるほか、JR の駅とは地下通路で直結しています。雪が多い地域、ターミナル駅とはいえ、この幅の通路は地方私鉄としては破格の設備です。そして改札の外には、自動券売機がずらりと並びます。ただし長電には自動改札機はなく、列車が到着した際には、このように駅係員が切符を回収します。構内には、長電の鉄道娘、朝日桜の看板もあります。この朝日桜は、鉄道娘15周年の総選挙で第1位に輝きました。長電も PR に力を入れており、各種グッズ販売や、キャラクターをあしらった電車も運転されています。そして PR といえば、改札近くには長電の PR モニターがあります。地方私鉄はこじんまりとした建物に駅施設を収めていることも多い中、長電ではゆとりのある構内をフル活用しています。そしてホームはこの改札の奥、もう一段降りた場所にあります。改札を入って右上には、古地図に載った路線図が。現在の長電の路線は一つながりである一方、この路線図では途中の須坂と信州中野で線路が分岐しており、路線が縮小されていったことが伺えます。この縮小された路線も後で出てきますので、覚えておいてください。ホームに降ります。左側には上りエスカレーター、右側にはエレベーターがあり、バリアフリー対応です。階段のたもとには LED 式の発車案内表示器もあり、今度と次という今ではあまり見かけなくなった表記が、時代を感じさせます。ホームは2名3線の行き止まり式で、地方私鉄とは思えない重厚さ。車止めも立派な感じです。時刻表がこちら。3つのホームをおおむね均等に使っています。長電には特急列車もあり、それらは折り返しの整備をしやすくするため、両側にホームがある2番線を使っています。駅構内には、火災が発生した時に備えた避難経路図が、至るところにあります。駅には換気用の送風機などがあるほか、改札の下の階層には、停電時に12時間連続稼働できる発電機もあります。朝日桜のラッピング車両が発車です。ちなみにこの車両、両方の先頭車でヘッドマークのデザインが異なり、反対側はチビキャラがあしらわれています。地下駅から発車する元東急8500系の姿は、まるで半蔵門線のようですね。なお、先ほどの発車アナウンスの声は、東急の駅でよく使われていたタイプです。右奥にあるのが先ほどの避難経路図にあった非常口で、普段は利用できません。先ほどの車両は通勤通学客で混んでいましたが、この駅にやってくるのは、そうした車両だけではありません。一線系、湯煙が到着です。1987年に小田急10000型としてデビューし、2006年に長電に移ってきた車両です。
ハイデッカー構造があだとなってバリアフリー対応できず、小田急では2012年に役目を終えました。両端の展望席だけはハイデッカー構造でないため、ここを車椅子対応とすることでバリアフリー化したものの、扉の幅が狭いため、機種によっては乗れない車椅子もあります。せっかくなので、一線系湯煙の全面展望で、長野駅を後にします。駅を出ると分岐器が続きます。特急列車が2番線発車なのは、2番線が下り本線に直でつながり、分岐器で左右に振られないのも理由のようです。これだけ見ると、普通の地下鉄と何ら変わりません。左カーブで速度を上げて高速走行せず、次の市役所前に到着です。長電の特急には3タイプあり、朝夕に運行される B 特急は市役所前にも止まります。駅間距離はわずか400メートルで、長電で最も短い区間です。地下鉄さながらの光景ですが、今乗っているこの車両には、先頭部に扉がありません。地下鉄は車体側面とトンネル壁面の距離が近いため、先頭部に避難に使える扉が必要です。長電は地方私鉄なので当然といえば当然ですが、この区間は厳密には地下鉄ではありません。この地下区間ができた理由とは、一体何なのでしょうか。地下区間の長さは、およそ2キロ余り。長野、市役所前、金堂、善光寺下の4駅があります。地下化されたのは、1981年3月。このうち市役所前はそれまで別の駅名で、戦時中に休止された駅と統合して、地下化と同時に今の駅名になりました。これによって、警報機も遮断機もない第4種踏切を含む20カ所の踏切がなくなりました。地下区間は、長野市中心部を貫く長野大通りの下に収まっています。この道路は長電の地下化に合わせて作られたもので、長野大通りと呼ばれるのは長電の線路と被るところだけですが、それより先にも片側2車線の道路として続き、市内の交通を支えています。立体化構想が持ち上がったのは、1964年。当時は高架線で検討されていたものの、市街地の分断が解消できないネックがありました。67年には掘割方式も選択肢に加わりましたが、70年には市街地の分断を避けられ、かつ線路の上を有効活用できる地下化案が選択肢に加わります。高架より費用がかかり、車両の改修も必要な地下化案に長電は難色を示しましたが、73年10月には地下化で大筋合意し、75年には着工を迎えます。そして81年の完成までに、車両にも大きな変化が訪れます。都市部で 1.5 キロ以上のトンネルを走る場合、国の基準に適合した不燃化車両が必要でした。当時の長電の車両50両のうち、改造で対応できるのは16両のみで、車齢が50年を超えるものもあったため、東急5000系29両を譲り受け、改造して運用入りさせたほか、1980年の10系 OS カーの新造で賄いました。なお、この10系は長電最後の自社発注車両です。当時は長野須坂間で15分間隔運転を開始するなど、長電では都市部の輸送力増強を進めていました。一方、かつて存在した八代線における国鉄直通列車の廃止や、各駅の小荷物取扱いの廃止など、合理化も行われています。なお、東急5000系から改版した2500、2600系は1998年に引退、10系 OS カーは2003年に引退しており、地下化された当時に運用されていた車両は、すでに長電には残っていません。市役所前駅の改札口がこちらです。感染症対策で、改札での乗車券の確認はしていません。年季の入った佇まいですが、発車案内表示器は LCD 式です。エスカレーターは上りホームにしかなく、ホームに降りる途中の看板には、廃止された木島駅の文字がうっすらと残っています。これはかつて存在した加東線の終点。2000年代初頭の路線図はこのようになっており、このうち新州中の木島間が木島線、須坂八代間が八代線と呼ばれていました。木島線は2002年に廃止され、半年後には長野湯田中間が長野線になりました。ホームの前景がこちら。細い柱は途中の3駅に共通している仕様で、かつての営団日比谷線にそっくりです。反対側を向くと、上につながる階段が。実はこの駅には、去年3月まで南口改札が営業していました。営業時間が縮小され、2021年に閉鎖されたものの、その後はしっかりと残っています。
改札周辺は大通りを横切る通路でもあったため、改札の廃止で横断歩道への迂回が必要になっています。1000系湯煙が発車です。小田急時代は乗り入れることのなかった本格的な地下駅、4両に短縮された姿が新鮮です。なお、地下区間を行き交う列車を収めた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。次の駅がこちら、権堂駅。特急を含む全列車が停車します。市役所前では壁面や柱が緑で塗られていたのに対し、こちらはオレンジ。駅の作りが似ているので、間違えて降りないための工夫です。また、特急の種類によって次の停車駅が異なるため、ミラーに注意書きがあります。一旦地上に出ると、駅の近くにはアーケードがあります。かつてこの駅が長電の起点だったことから、ここには長電の本社もあり、地下区間の途中駅ではひときわ賑わっています。また、駅前にタクシーが止まっているのは、途中駅ではここだけでした。地下に戻ります。年季の入った構内には、人影が全くありません。実は長野大通りにはバスが頻繁に運行されており、市街地の中心部にありながら、通勤通学の時間帯以外は意外と利用客が少ないのです。それでも長電グッズは揃っているので安心です。2012年に引退した2000系に見送られ、構内に入ります。市役所前より大きな駅ですが、発車案内表示器は LCD ではなく LED 式です。市役所前と同じく、エスカレーターは上りホームにしかありません。構内の前景がこちらです。線路の間にある柱の構造が途中で変化しているのが、日比谷線の一部の駅にそっくりです。そしてこの駅、ホーム上に自販機があります。それも、2台設置されています。途中の3駅でホーム上に自販機があるのは、この駅だけです。長野駅と同じく、この駅にも非常用の出口があります。長野駅の車両は冒頭に映っていた3500系と、先ほど映っていた2000系なのに対し、この駅の車両は8500系と1000系です。トンネルの向こうから、元東京メトロ03系の3000系がやってきました。この駅の雰囲気、一昔前の日比谷線の駅にそっくりですね。次が、JR 東日本の253系を改造した2100系スノーモンキーです。構図の練り込みが甘くミラーが映っていますが、多めに見ていただけると嬉しいです。なお、253系が成田エクスプレス時代に乗り入れていた東京駅周辺の地下駅よりも、こちらの方が後にできています。次の駅、善光寺下に行きましょう。この駅には、特急は時間帯に関係なく止まりません。途中の3駅で特急が一切停車しないのはこの駅だけである一方、駅名の元となっている善光寺で御開帳と呼ばれる行事がある期間だけは、特急が臨時停車します。御開帳は7年に一度で、直近は今年春に行われています。そして地下区間はここまでになります。全長およそ2キロで、なかなかのボリューム感です。さっきは通り過ぎてしまいましたが、駅もしっかりご紹介します。駅の出入り口は、道路の両側に合計4カ所あります。周囲は長野市の市街地ですが、乗降客数は1日平均で1300人程度と、バスの利用客が一定数いるのが伺えます。地下に戻ります。地下通路は雨漏りの跡が目立ち、電車乗り場の看板が玉切れしているところが、哀愁を引き立てます。改札までの間には、他の駅に似た長めの通路があり、両側の壁には長電の車両や沿線の風景が描かれています。改札の様子がこちら。他の駅と違い、発車案内表示器がありません。そしてこの駅、昔ながらの伝言板や古い定期券案内の看板があり、駅の窓口では硬券入場券が買えます。改札内に入ります。今度、市役所前と比べても、明らかに寂れた雰囲気が特徴です。善光寺の最寄りだけあってお年寄りも多そうですが、エスカレーターやエレベーターはありません。善光寺参りの時は、バスの方が便利そうですね。構内の前景がこちらです。ホームにほとんど設備がないため、寂しさが際立ちます。市役所前の緑、権堂のオレンジに対し、こちらは識別に青が使われています。ホームには、昔の地下鉄駅さながらの水飲み器があります。設備がベンチとこれしかないだけに、謎の存在感を発揮しています。ちなみにこの水飲み器、現役で使用できます。水はホームの下にそのまま流れます。
音が聞こえるでしょうか。ホームの先端には、お約束の非常用出口があります。この出口は、駅の南側で道路を横断する地下通路につながっています。市役所前では南口の閉鎖に合わせて地下通路も封鎖されましたが、こちらは元が非常用出口ということもあって地下通路は普通に利用でき、途中にはホームとを行き来するための動線の跡が残っています。ミラーに映る駅構内には人影はなく、トンネルの天井には謎の緑色の汚れがついています。そして皆さんお待ちかね、元営団3000系の3500系です。営団3000系は1961年に登場した車両で、日比谷線の利用者増加に伴って増備が続けられたものの、88年から導入された03系によって数を減らし、94年に日比谷線での運用を終えています。機器類は性能の良さもあって各社に譲渡されましたが、車両自体の譲渡は長電だけです。長電では2両編成が3500、3両編成が3600系として区別され、3500系の中にはワンマン改造を受けたものもあります。そして元日比谷線の03系、そして元東急の8500系によって、ここ数年で数を減らしてきました。最盛期には2両編成14本と3両編成3本がありましたが、先ほどの N6 編成は昨年6月に運用から外れており、グループで残っているのは1編成のみになっています。そして先日、ついに残っている N8 編成の引退が発表されました。告知されたのは12月21日で、運行最終日は来年1月19日と、慌ただしいスケジュールです。運用も公表されているほか、臨時貸し切り列車も運行され、記念グッズもあります。末端区間での運用も多く、長野駅まで来ることは減りましたが、引退前の貴重な機会だけに、地方私鉄にしては珍しい地下区間と一緒に足を運んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。